はい、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブー太郎です。今晩も始まりました。ブーブーラジオ。ということで、毎週金曜日はですね、こんな感じでちょっとマイクとなんかこういう機材を揃えて、ラジオ風な感じで動画を撮ってるんですが、今日はね、もう第3回目となります。で、今回はですね、ちょっとムカついた話特集ということで、皆さんのね、ムカついた話を募集させていただいたところ、思ってた以上の数のね、ムカつく話が、寄せられてですね、今日はちょっと30分で終われるのかすごい心配なんですが、できる範囲で頑張って紹介できたらなと思いますので、ぜひご協力お願いします。はい。でですね、まずね、今日はちょっともうお酒用意しないんで、お水で。乾杯。皆さんお疲れ様です。と言いましてはもう深夜帯ですね。これ動画アップされてるの。皆さんちょっと待ってた人も多いんじゃないでしょうか。本当にお待たせして申し訳ないんですが、本日もね、途中で寝落ちしちゃって、今もう2時ぐらいにこれ撮ってるんですけど、本当にマイペースで申し訳ないんですが、ちょっとね、秘密基地自由にやらせてもらってるんで、申し訳ないんですが、よろしくお願いします。ではでは今日のね、お菓子紹介とか、もしていきたいんで、ちょっと水飲ませていただきますね。うまい。うますぎる。水がうまい。ではでは、今日のお菓子コーナー。そうですね。まずはいつもお菓子を紹介してるんですけど、深夜に食べるってどうなのっていう感じなんですが、ちょっとヘッドホン胸痛いんで、ちょっともういらないかな。こんな感じでいこうかな。いや、だけど自分の声聞いてる方が安心するな。どうしようかな。音楽も聞こえないしね。ちょっと待ってね。こんな感じでいくか。今日はですね、じゃーん。ロイズのチョコレート。これ会社の先輩にいただいてね。ちらほら。もう実は開けちゃってて、もう食べさしです。もうすぐ賞味期限切れちゃうんでね、早めに食べておきたいんですけど、じゃあちょっとこれ食べるの大変なんで1個だけ。いやー、美味しい。こっちか。美味しそう。生チョコ。たまらん。美味しい。これさ、みんなに一つ聞きたいのが、もう一個だけ食べていい？美味しすぎるわ。止まらないわ。この美味しさ。幸せってなる。ちらほらつまみながら食べましょうか。そう、これさ、みんなに聞きたいのがさ、チョコって冷やす派ですか？それとも、常温派ですか？ちなみにブー太郎は、もう断然常温派で、冷やすとさ、なんていうの？チョコ本来の柔らかさが失われるっていうかな。嫌なんですよ、ブー太郎。別にいいんですよ。冷やした状態のチョコももちろん美味しいんですけど、こ口に入れた瞬間に溶けかける、その感じが好きで。ブー太郎はね、常温派なんですよね。でも、ゆうちゃろうとか、ゆうちゃろうの妹が泊まりに来た時もそうなんですけど、二人ともカチカチに冷やして食べたい派なんですよ。そう。だから、どっちが多いんかなと思って、単純にね、皆さんはどっち派かなと思って気になったんで、またよかったらコメント欄で教えてほしいんですが。でね、今日はもう一個ちょっと持ってきてて、じゃーん。コロン。これね、なんかね、いいんですよね。コロン。ちっちゃい時よく食べてたんですけど、大人になってから食べる機会なかったんですが、一回それこそね、視聴者さんからの、ファンの方からのプレゼントでいただいてから、コロンうまって思って、そっからたまに食べたくなるようになっちゃって、今日はこれね、大人のショコラ味っていうのがあって、見える？そう、そう、今日さ、暗いっしょ。秘密基地っぽさを出してみたんですよ。どっちがいいですか？それも教えてほしいな。どっちでもいいかな、みんな。明るい方がいいか。前回1回目2回目のこのブーブーラジオは明るいとこでやったんですけど、
3回目ちょっと暗くしてみたんで、そこの感想も聞きたいです。ASMR。めっちゃ美味しい。幸せ。深夜に食べるさ、お菓子って罪深いけどさ、なんかいつも以上に美味しいんだよね。最高。ということで、もうほんと今日ね、大忙しなんですよ。めちゃくちゃ投稿イライラした話ね、ムカついた話来てるんで、じゃあもう早速紹介していきます。では行きます。皆さんのムカついた話特集。はい、ということで、何このたまに入るエコー。でもラジオってこんな感じじゃなかった。で、じゃあ先にね、もうちょっと軽いのからどんどん紹介していくと、この方はね、多分名前ね、呼ばれない方が嬉しいかなと思うんで、ちょっとあえて名前は伏せとくんですが、もし呼んで欲しかったのだとしたら申し訳ないんですが、多分ね、名前呼ばないでほしいっていう人だと思うんで、ちょっと名前は匿名でいきたいと思うんですけど、ムカついた話。昨日のインスタのワイルドブー太郎さんを、こういうのエコーで言った方がいいんかな。いや、いいか、もう普通で。ムカついた話ね。昨日のインスタのワイルドブートローさんも、私の好みドンピシャな背中を見せてくれるブートローさんも、セクシーすぎて腹が立ってくる。腹が立って、クーってなりますって言ってくれてますね。ちょっと読むのが早速下手だったんですけど、セクシーなブー太郎に、クーはい、こういう感情らしいです。だから多分、そんなにイラついてない、これは。もう、今日寄せられたムカつき話がちょっとレベル高すぎて、もうレベル 0.5 ですね、これ。もう1にも満たないぐらいの、なんかちょっともうこうの、なんかもうある意味のろけというか、もうブー太郎にとってはもうちょっと嬉しいお話やし、もうありがとうございますでしかないので、このまま、セクシーを堪能してください。ありがとうございます。でね、もう一個、なんかひょこっと、ペン持ってこればよかったな。読んだ人のやつチェックすればよかった。軽い感じの人がいたんですよ。その方が、ケーキちゃんっていう、方からいただいたんですけど、3ついただいてます。1、玄関の鍵を開けようとするとき、必ず差し込む方向と反対側に、なるとき。これわかりますよね。最近ね、ちょっとごめんなさいね。これもうマウント取るみたいで。ちょっと申し訳ないんですが。うちの家はもうなんかちょっと結構最新型っていうか、もう結構ロック式じゃないけど、なんて言うんだろうな。鍵がもう車の鍵みたいな感じなんですよ。ボタンでピッって押したら、開けるっていうボタンを押したらもう勝手に開いてくれて、閉じるっていうボタンを押したらもう閉まってくれるんですよ。だからもう鍵を差し込むことがなくなったわけですよ。だからごめんなさい。上太郎はもう先にちょっとそのイライラは脱出させてもらったんですが。いや、このマウントいる？いや、ほんとすいません。いや、だけど本当に楽よ、その鍵。だからわかるのよね。昔あったあった。なんかもう特にさ、もう遅刻寸前の時とかでしょ。ああいう時にもう鍵穴がちょっと間違るだけでも、みたいな。ちょっと早くもう急いでんねんけど、みたいな。もう自分が悪いのに、余裕持って行動すればいいだけなんですけど。いやだけどわかるわかる。これなんか本当になんか絶妙な、もうイラッとする。そう、このね、ケーキちゃんという人は小さなムカッとすることをこう投稿してくれてるんで、絶妙なとこ言ってるなっていう、わかるわかる。めっちゃムカつくわけじゃないねんけど、なんか小さなね、なんかムカつき。で、第2個目。慌てて着たシャツが前後反対の時、もうこれもめっちゃわかる。上太郎もなんかこれ本当に危ないんだって、でも。こう前後を間違えて、着るって、なんかゆうちゃろ曰くね、これ本当は知らないけど、ウルトラがゆうちゃろに言われたのは、こう認知症の始まりらしい。そう。だから気をつけて、で、ブートラもよくするんですよ。で、なんならもう、全然気づかないまま会社仕事行って、指摘されるぐらい。そう。でさ、まだ前後やったらさ、可愛くない？気づきやすいしさ。ブータローがよくやるのは、こう、表裏逆もない。洗濯入れるときに多分ちゃんとしてる人は、この現象に悩まされないんですけど、ブトロ結構横着なので、もう裏返ってようが表だろうが、もうそのまま入れちゃってるんですよ、多分。
で、もう畳んでる時とかにもさ、洗濯終わってよ。ちゃんと綺麗に表裏直してしまってればいいんですけど、もう裏っ側のままこう畳んで置いちゃったりするから、もうその状態でこう知らぬまま着ちゃうと、なんかこの辺にタグついてるやんみたいな。めっちゃ恥ずかしいってなるやつ。そんなんもありますわ。それになんか似てる。で、第3個目がね、これね、めっちゃ面白いんですけど、めっちゃ共感したんですけど、チャリのペダルを、こうね、ペダルあるじゃん。それを滑らしてくるっと回って常にコーンっていくやつ。あれ、なんかめっちゃわかるくない？なんかちょっと、まあ、ブータラをわざとっていうか、こう足をさ、こう、踏み外した時にたまたまペダルがくるんって勢いよく一周回って、ここの常にゴーンって生きて、なんか地味な痛いやつ。あれさ、起きた時も占いのさ、星座占い最下位になったぐらいのなんかちょっと今日運ないなみたいな思いません？なんか星座占いもさ、あんなほぼほぼ信じてないんですけど、でもなんかやっぱ最下位やとさ、ちょっと気にするじゃん。今日なんか良くないこと起きるんちゃうんかなみたいな。なんかあの感覚に似てる。ペダルがこう、衝突するとき、うわ、今日ついてな、みたいな。いやー、でももう、最近はもうチャリ乗らなくなりましたけどね。ピーマンのチャリを超えてた時期もありましたけど、大人になってからもさ、なんかもう1時間ぐらいかけて、バイト行ってた時期があって、チャリで。チャリの1時間って結構な距離じゃない？そう。その時とかその現象良くなってたなと思って。なんか思いっきり漕がなあかん時とかになんかね、あるんですよね、ペダル。そう、まあ、こういった、小さいね、イラつき話から、今回はちょっと入っていってるんですけど、あとね、これを一個、インスタグラムの方でも今回ちょっと募集させてもらってたんですけど、まあ、あんま良くないことかもしんないですけど、でもさ、恋愛レアリティ番組ってあるじゃないですか。で、まあ、その方、今日いただいた方は、テラスハウスを見てて、まあ、ちょっと名前はあえてもう伏せときますけど、いろんなね、誹謗中傷とかにもなりかねないから、まあ、あえてここでは名前は黙っとくけど、まあ、とある人物がムカつく、笑ってきててブータローもさ、テラスハウス全シリーズ見てるんですよ。もうなので、その人のことを覚えててさ、でもなんかわかるわ、みたいな。ちょっとなんかこう高飛車な女の人なんですよ。だからめちゃくちゃ番組的にはめちゃくちゃ面白い立ち位置なんですね。なんかこうかき回すじゃないけど、なんかこう性格のきつさが、面白さを際立たせてるんで、いい仕事はしてるんですけど、なんかムカつくって言ってる意味も分かって、もうなんか語りたくなりましたね。そう。で、あとはなんか彼氏さんにこう、なんか鈍感な彼氏がいる。これ、まゆさんっていう方からいただいたんですけど、そう、なんかね、よくインスタグラムで、この方もインスタグラムでの、投稿してくれたんですが、よくね、見るんですよ。こう、コメントとか、このいただける方は、割とブータローその方のインスタ見に行くんで、見に行ったら彼氏さんとデートしてるね、ショットとかをよく見てますよ。そう、だけど鈍感なんだと思って、なんかいつも見てるからさ、その彼氏さんの顔も。でもね、可愛いなって思いますけどね。鈍感なのも。ブータローって結構直感鋭い方やから、だから直感鋭い人は鋭い人で、可愛くないよ、本当に。なんか鈍感ぐらいの方が、なんか可愛げが出てくるよ。まあ、たまにイラッとはするか。そうだね。今日イラつきがテーマだからね。まあ、わかるけどさ。でも、こう、頭が切れる人も、なんかちょっと、もう鈍感のままいろよっていう、ある意味、なんか幸せなことでもあるなってたまに思うんですよね。鈍感なことって。うん。まあいいじゃん。幸せなんだよ、きっと。なんかちょっと、なんかどういう鈍感エピソードかによるね。またいつか聞いてみたいね。そう。では、まあ、このあたりかな。軽い系は。でも、こっからね、結構あるんで、まあ、どんどんも紹介していこうと思うんですけど、じゃあ、マリコさん。ムカついた話。洗車した翌日、雨が降る頻度が高く、ムカつきます。これね、ブータローはね、すごい気持ちをわかるようでわからない。なぜならば、洗車をしたことがないから。いや、だけど、想像したときに、もう洗車なんかもう掃除が基本嫌いだから、頑張って洗車したのに、もう雨が続いたら絶対嫌やろなってもう想像しただけでわかるから、
絶対嫌。だからそういうのを考えるとなんか嫌なんですよね。で、今の時期とかも花粉とか黄砂がすごいじゃん。だからなんか洗車の無駄遣いっていうのいや、これはもうほんと車好きとか、綺麗好きな人からは反感食らうのは覚悟で言うけど、なんかもう、洗車するだけ無駄な気分になるんですよ。もう外が汚すぎて。なんか、ゆうちゃろうがそれこそ最近洗車に、ゆうちゃろうね、知らない人は、僕の彼氏、旦那なんですけど、車好きで、最近洗車を覚えてね、もう、ほんと、男の子やなと思うのが、こう、一回凝り出したらちょっとさ、好きになってこう、凝り出すっていうの。前まで洗車なんか一切興味なかったのに、最近やり出したからすごい興味持ってて、もう次の日雨やったりするけど、気にせず洗車しようとするから、絶対無駄やって、みたいな言うねんけど、やっぱ関係ないらしい。いいねん、みたいな。もうしたいからすんねん、みたいな。まあそういうことらしいので、まあいろんな考え方があるなと思うんですけど、ね。でも、ブータラわかる。洗車したのに雨とか降ったらもうやる気なくなるもん。絶対もう晴れが続く日にしようって思うもんね。あとはね、もういっぱい来てるんですよね。どうしよう。なんかもう順番とかも、もう一個一個読んでいくか。わからんくなるから。ちょっとね、紹介できないパターンも全然あり得るんで、ちょっとほんと早めにどんどんやっていこうと思うんですが、ミッキーさん、メガネを紛失しまして、家中可能性のある場所を旦那様を巻き込んで必死に探したが見つからず、2日後、どこで見つかったと思います？どこやと思う？これびっくりしてんけどさ、正解は冷蔵庫の中。しかも小鍋の中に入れてきちんと蓋までしてたらしい。それ全くしかも記憶にないらしくて、あん時やみたいなのがあったらまだいいんですけど、もう記憶ない。怖いよね。恐ろしい話でございます。いや、だけど、ブー太郎も人のこと言えないからな。結構さ、もう、メガネあるあるですよね。メガネって結構ほんまにどっか行くんですよ。で、ブー太郎も毎朝なんなら探してる。布団のとこに置いたつもりやのに、寝る前に。なんか多分ね、こう、今あるこの机に置いてあったりとか、お風呂に置きっぱなしとか、もう、なんなら、一番ひどい時とかやったら、こう、メガネしたままメガネを探してることなんて結構しょっちゅうあってないとか言って、あ、でもよく考えたら見えてるみたいなさでも冷蔵庫に入れたことは、ないと思うな。あったんかな、ブー太郎。もしかしたらゆうちゃろうに聞いたらあったって言われるかもしんないけど。いや、結構怖いよ。でもほんと、ね、わかるけど、冷蔵庫の中、しかも小鍋の中に蓋にインはちょっと怖いかもしんない。気をつけてください。自分にムカつくよね、こういう時って。わかるわかる。でもなんかさ、人にも当たっちゃわない。なんかもう急いでる時とか、それこそ。もうほんまに早く出かけなあかんっていう時にメガネがなくなった瞬間に、はぁみたいな。メガネ早く出てこいよみたいな自分がどっかやったのに。めっちゃなんかもうね、絶妙なイラってする話なんですよね、これ。自分が悪いのに。わかるわかる。じゃ引き続きまして。K さとこさん。これね、もう怖いですよ。女ばかりの職場で、言ってもいないこと、あの人に言われたと、経営者に告げ口をされたこと。まあだから、とある女の人がいて、自分は言ってないのに、自分がそういうなんか悪いことを言ってるってことを、経営者にわざわざ告げ口をしたっていうね。しかも言ってないのに。で、経営者からそれを言われて、こういうこと言ってたのみたいな。告げ口したのを、こう、思考回路を疑いましたねって。この人の。言った。もうどういう意図かってもうこれ多分嫌がらせですよね。もう絶対。もう女子特有というか、これなんか結構あるあるな気がする。で、このね、もう女子あるあるがめっちゃ届いてたんですよ。他にもね、いたんですよね。ね、これ、また何人かいるんですけど、もう一人紹介すると、マミさんっていう人で、ムカついたことは、こう、女、男、友達数名で、男女数名で、もう結果から言うと、既婚者を私に紹介して、私と既婚者がくっついてうまくいくようにされたこと。
めっちゃ怖くない？これはちょっと女子あるあるっていうか、男もいるパターンの話だけど、詳しく言うと、みんな、そのお嫁さんと友達、だからその既婚者とくっつけよそうとしたその既婚者のお嫁さんですね、が私は全く知らずにみんなはしてたんだって。だけど、このね、マミさんっていう方は知らずにみんなで仲良くなった感じだったんだけど、その全く別の人、関係ない人から、あの人たち妻子を、妻子持ちっていう話を聞いて、みんなで私を騙していたの。私は相手方に知らなかったから相手方に知らなかったとはいえ、仲良くカラオケ行ったりしてしまったし、申し訳ないし、罪悪感が生まれたんでしょうね。知らなかったとはいえ。そう。で、その女友達だと思っていた子が放った言葉が、これめっちゃ怖い。最初から私のこと友達って思ってなかったからって言われてんて。多分問いただしたんでしょうね、このマミさんは。なんでこんなことを言ってくれへんかったみたいな。その知ってた友達に。そしたら友達だと思ってなかったって。めっちゃ怖くない？恐怖で震え上がる夜なんだが。いや、マジで。何急にエコーって。で、すごくショックで、もう今でも人を疑ってしまうって。で、人生で一番傷ついて今でも忘れられない。女友達って何なんだろう？女友達とは書いてないか。友達って何だろう？今でもわからなくなる。もうトラウマですよね、そりゃ。こんなん。でも今からでも何歳になっても仲良くなりたいし、友達欲しいって。葛藤ですよね。友達欲しいけど、もう過去のトラウマがちょっと疑いを。でもさ、さっきの人もそうだけど、勉強にもなるよね。人間不信になるって悪いことやけど、いいことでもあると思うんですよ。人間不信にこうならない、人生いっちゃうと本当にこう、詐欺とか極端やけど、でも本当に人を信じちゃいすぎるって、いいことなんやけど、時にやっぱちょっと悪い方向に行きやすいというか、人を疑うって大事なことだと思うんですよね、僕は。そう。うん。だから、そう、でも悲観的になりすぎずね、だからすごいいいと思います。このままの感情で。こういうことがあったからもう絶対友達作らないんだってこう、偏っちゃうのももったいないし、その一人のために。うん。だからそのトラウマをポジティブにね、もう取るのって難しいんですけど、もう何事もそうですけど、ブタロはどんなネガティブなことでも、結果ポジティブプラスに変えた方が絶対人生いいと思ってて、こういう嫌なことがあったらすごいここにもうずっとね、植え付けられる何かってあるのはすごい、ブー太郎も未だにあるし、気持ちもすごいわかるけど、そこにずっとすがってたら、こうネガティブにこう酔いしれるって最近僕は表現するんですけど、そう、ネガティブに酔いしれるっていうのは、絶対自分にとって良くないことばかりだと思うから、悪いことをいい風に吸収する。それは一瞬はもうずっと辛い記憶で残るままでいいけどさ。でも絶対何かしらのプラスには変えれるので。それこそ半信半疑でいいと思うんですよ。最初の人の出会いなんて。そっからの信用のさ、積み重ねだから、100% 信用できる人なんて、ね、なかなかいないじゃないですか。こういう面では信頼できるけど、こっちの面になるとちょっと信用できないな、みたいな、あるじゃん。もうブー太郎もそうですし、未だに。こう、一見ね、人が良さそうに多分見えがちですけど、職場とかだったら遅刻しがちでね、そういうルーズな部分もあるから、なんかそういった部分は信用できひんな、この人って思われる部分だと思うし、そんなもんですから、うん。にしてもひどいよね。でね、他にもいたんだよな、女子系のやつ。もういっぱいあるんですけど、ちょっとね、まとまってないんで、また出てきたら紹介しようと思います。あと、K さとこさんのね、この経営者さんに告げ口もほんとこれは悪意があるね。またちょっとなんか違うお話ですよね。多分、なんか、妬まれてたんでしょうね。この K さとこさんは。良くも悪くも。うん。だから、なんか、経営者に言って、なんかこう立場を悪くしようとされたんでしょうね。
まあでもこう、仕事上だと結構あるあるなのかなと思うな。なんかブー太郎もいろんな、もう女の人と仲いいことが多かったからさ、いろんなの修羅場を見てきたけど、まあ一番やっぱこう、高校の時に工場で働いてたんですけど、コンビニのお弁当屋さんのね、こう、ひたすら流れ作業で敷き詰めるやつ。まああれもみんな周りがおばちゃんたちだったんですけど、働いてるのが。やっぱ女子の戦いはすごかったですもんね。こう上の人にどれだけこう、あの人は仕事してないのかっていうのをやっぱ言いたいんやろね。もう多分、鬱憤がその人はその人で溜まってるんでしょうね。もう自分がやっぱどうしても優位に立ちたいっていう人が、もうそういう性格の人が一人でもいたら、気に食わなかったら蹴落とされるっていう、もう弱肉強食の世界なイメージはあります。はい。続きまして、かおりさん。おそばんで仕事場に行ったら、こう相方によっては何もしていなくて、掃除ばかりして休憩の時間になったらすぐお昼ご飯を食べに行くので、すべて私がする羽目になるのですごくムカつく。これはすごくムカつきますね。でもね、これって、もう本当にあるあるというか、もう人に期待しないんですよね、ブー太郎って。もう、そういうスイッチを入れてるというか、まあこれは良くも悪くも、もう何事も良くも悪くもやけど、もうその方がいいんですよ、もう全部。何事も仕事だけじゃなくて、もう何事も人に過度に期待をしないっていうのをもう心に決めてて、もう期待すればするほどイライラしちゃうんですよ。もう、でもそれって逆を返せば、やっぱ自分軸で物を考えすぎちゃってるから、自分やったらこうするのになんでこうしてくれないのっていう現れでもあると思ってて、なんかそれもなんか良くないなって思うから、もうこれはもう割り切った方が絶対楽だと思う。自分のためにも。まあ注意することもね、もちろん大事。だからまあ注意っていうか、もうこのパターンは多分、もしかしたら当たり前、この香織さんにとってはこれをしとくことが当たり前っていう仕事さえも認識してないパターンが結構あるあるなんですよ。こんなことも分かってないのっていうことが本当に分かってなかったりするから、これは結構仕事で、ブータローもさ、店長の仕事をしてたからあるあるなんですけど、結構フィードバックっていうのを大事にしてた。ブータローはね。何々、もう答えを出さないっていうのかな。なんかこう、相手に促す。なんかこれ、例えば、この仕事、午前中なんか終わってなかったけど、なんか、何してたのみたいな。なんでやってなかったんとかじゃなくて、何してたのって聞くんですよ。で、そこでもしかしたら、その人はその人に何かを自分が気づいてないだけでね、何かやってくれてた可能性もあるわけ。だからそれやったらそれで、気づけるじゃん。そういうことをやってたんだ、みたいな。だからできてなかったんや、ってもなるし、単純に、いや、なんかもう今日やることなくて暇だったんでってなった時に、あ、そうなんや、みたいな。やっぱこの人分かってないんや、みたいな。だけど、これ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 、実はこういう今日仕事をしなあかんから、やってくれてたら助かってたな、みたいな。なんかちょっとこう、嫌味じゃなく、まあ嫌味でも聞こえるかもしれないけど、なんかちょっとこう、伝えてあげるって、まあそう、ね、これまあ難しいと思うわ。これだって自分がさ、こう、なんていうのね、神にならなあかんもんね。もう怒りのない。うん。難しい。でもね、この積み重ねをするしか、なんかこれをしないと、結局一生自分が苦しめるんですよ。これ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 やっといてってだけやと、まあ多分それも言ってないんかな。どうなんやろね。なんやろね。多分分かってないんですよね、多分。もう舐めてるかですよね。もう自分がやらなくても他の人がやってくれるやろみたいな。分かってるけどみたいな。でもそういう分かってるけどやらない人にも聞くから、このフィードバックは。こいつ、やらないといちいちチクチク言ってくんなみたいな。もうそういうのをね、ほんとしんどいけどやっていかないと、結果ずっとやってくれなくて一生悩み続ける方の方がしんどいので、なんか頑張ってほしいな。もうすごい気持ちはわかるよ。イライラする。ふうたろうも、いろいろ悩んだ過去があるんでね、すごいわかります。でも応援してます。もうイライラするよね。
もうほんと、なんか発散してストレスで。もう今日こうね、お話できたことによって、ちょっとでも発散できてたら嬉しいなと思うんですけど。やばい、もう30分。今日ちょっとスペシャルバージョンでもうちょっと延長でいきたいと思うんですけど、カモミールさん、昨日の晩ご飯時、ご飯が少ないことに気づき、冷蔵庫の焼きそばを慌てて作りました。めっちゃ優しくない？ご飯が少ないことに気づいて急いで作ってくれるんだよ。で、慌てていたものだから、人参をピーラーで剥くときに、親指の爪まで一緒に剥いてしまい、痛いよ、もうかわいそうに。でも自分にムカつきながら、血だらけで絆創膏を探しているときに旦那が帰宅。そんな私を見て旦那が冷静な一言。何やってんだ？いつもやっつき仕事だからそうなるんだよ。余裕持ってやれよ。はい、もう最悪。もうマジで最悪。いやでもこれもめっちゃありがちな夫婦話なんやと思うわ、これ。で、私はもうこの時にもうこめかみがピキーンときて、そんなことは分かっている。タイミングというものがあるんだと心の中で叫んだ。心の中でも言っちゃえばいいのにと思っちゃうけどね。以上、ムカついた話をしました。ありがとうございます。しっかりと受け取りました。いやー、でもこうさ、我慢することも大事なんかな？まあね。いやだけどさ、ムカつくよね。なんかさ、言い方ってないこれ。でも絶対こういう旦那って、もう親指のその血は絶対気づいてないんですよ。本当に。ね。まあでも、旦那さん側のこう、サポートっていうか、なんていうの、旦那側さんをこうちょっと、の意見としては多分ね、こう守るじゃないけど、旦那側さんのフォローを入れるとしたら、多分これ心配から来てる一言なんですよ、でも。これって。言い方きついけど。そう。でもこういう言い方でしか心配できない人なんですよ。で、ゆうちゃろうのパパをちょっと代にしてあげるのはちょっとほんとなんか失礼で申し訳ないかもしれないけど、ゆうちゃろうのパパもそういう感じなんですよ。結構性格がきつい、なんかこうね、しっかりしてる人にあるあるというか、なんか素直に心配できない人ってもうこの世の中にいっぱいいると思ってて、もうそのパターンの人だと思うんだよな。そう。だってこう余裕持ってやるよってこういつもそうだからみたいなとこがあるじゃん。そう。いつもやっつけ仕事だから。だから多分見てくれてはいるんだろうね。そう。だけどなんかこうもう怪我してることに対しても心配からのイライラでついついもうしっかりしろよみたいな感じでなんか言っちゃうんやろな。いやだからもうカモミールさんはもう可愛いなみたいな。思っといたらいいんじゃない？なんか素直に心配したらいいのに私のことみたいな。こんなきつくしか言えないのかみたいな。もうこれもちょっとブー太郎神かアドバイスか。なかなか難しい話やんな。これ多分第三者やから言えるアドバイスやと思うわ。ブー太郎も多分当事者やったら、はぁみたいな。ふざけんなよみたいな。先にこの怪我の心配もっとできひんのみたいな。言っちゃうもんな。いやだけど、多分これでも心配してくれてるんですよ。きっと。ね。まあ何でも思うけど、もう手のひらで転がせじゃないけどさ、結構こう、なんか直球で来られたことにこうさ、そのまま受け止めて、こう我慢してると自分が負けた気になりがちやけど、ブー太郎はそこもその、うまいことポジティブ思考回路の転換をしてて、こう、許してあげてる自分の方が上じゃねみたいな。思ったら、これほんまは思ってないねんけど、思い込むのよ。そう思い込んだら、なんかちょっとでも楽になるんです。なんか、もう自分をごまかしてるんです。悪く言えば。ただただ。でもそっちの方が絶対幸せ。もうこれにもうずっと気にして、なんかもう、うわ、ムカつくわ、心配もしてくれんで、なんでこんなさ、気遣いもできんくて、私がこんな嫌な思いしなあかんの。しかもさ、ご飯も少なくて焼きそばまで作ってるので、ありがたさもないわけってなっちゃうんやけど、こんなことも気づけない旦那を私はずっと付き合ってあげてるみたいなさ。ほんと惨めでかわいそうな人みたいなさ。もう言い聞かせんねんって。もうそう思ったらなんかもうほんと視界っていうかこの視野の狭い旦那だわみたいな。私ってなんてこんな人に焼きそばを作ってあげてるみたいな。そう、もう言い聞かせてください。もうこういう話はもうここで鬱憤してくれたらもうブー太郎が褒めるので、ほんといつもお疲れ様。もう頑張ってるともう多分もう見えないところでね、多分褒められることも少ないんだと思うわ。
わかんないけど、勝手に決めつけてるけど、勝手に不幸な人にしてるけどさ。もしかしたらご飯いつも作ってくれてありがとうとか言ってくれてるかもしれんのに、ブタロ勝手にそんなことも言ってくれてないんやろうな、みたいなさ。これはこれでどうなの？いや、だけど、ほんと素敵だと思うわ。でもほんと気をつけていただいてね。そう、慌てても確かにいいことはないからさ。もうそう、慎重に、もうそんなことも言わせないぐらい、もうピーラーで傷ついたなんて言わせないみたいな。そう、なんでこんなこと余裕持ってとか、もうこれもなんかいちいち嫌味やけどさ、もう余裕持ってやってればいいんですよ。だから言われた通りね、ムカつくけど、そこはしっかりとね、そうかもってもう素直に受け止めて、もう素直さってやっぱどんどん年いっていくとなくなるからさ、自分の悪かった部分も認めつつ、最終的にはでも私の方が上、みたいな。もう人間ね、もうそうしてないとほんとイライラするから。そう、頑張ろう。一緒に、共に。はい、続きまして、ひろこさん。昨日、ビギンのコンサートがあったので、JR で行きました。おお。ビギンさんね、懐かしいな。車を JR 駐車場に入れ、今日出そうとナンバーを押したら、2600円だったので、1万円を入れる、もう、1万円入れたのね。はい。で、機械が納得をせず、どういうこと？まだお金を請求されてます。はい。で、よく見ると、26,000円。あと16,000円を入れないといけない。はてなはてなはてな。みたいな。何？どうなっとる？で、横に、なんか問い合わせのね、この駐車場を管理してる電話番号が載ってたんでしょうね。それに電話したら、そのなんか駐車場のレシートをもらってきてください。で一旦払えっていうことを。26,000円もおかしくない？ JR に行きレシートを持参するがお金の返金は後日連絡来るとのことでした。事前に教えてってわからなかった。そういう問題じゃなくない？これ。電話番号聞かれてないし大丈夫でしょうか？なんか怖い。大丈夫じゃない匂いがプンプンするんですけど。だって、そもそも26,000円ってすごくない？関東の人？田舎だと絶対ありえない額なんですけど。田舎感丸だし。東京の人？どういうこと？いろいろやばい、これは。事前に教えてわからなかったわ。多分これ聞かない話だよね。だってさ、請求額がそもそもおかしいし、機械がバグってるし。でも、駐車場のその人は、でも認めてくれたってことですよね。だっておかしいってこと。返金は後日って。でも詐欺じゃないかも心配。これ、その電話番号絶対教えた方がいいですよ。そう。なんかさ、ブタラもね、詐欺話とか結構周りであったから、よく言うんですけど、本当になんかちゃんとした方がいいと思う。そういう、連絡先はもちろんだし、もう、なんか確認の、なんていうの、こう、一筆じゃないけど、なんか絶対、納得した上で、その場を去らないと、後々本当にもう後の祭りになっちゃうからさ、なんでまず26,000円になってしまったのかっていう内容をしっかりした方がいいし、その場で返してくれなかった意味もわからないし、いや、これダメ。めっちゃイラってするじゃん、これ。ダメですよ、本当に。だってこれも、このまま、ね、詐欺の可能性もあるから、もう、泣き面に蜂みたいな、合ってる使い方になりかねないから、まずもう、豚だったらまず払わないです。まあでも急いでたんかな。もうどうしても早く出ないと。そう、焦っちゃうとね、どうしてもそう、駐車場のとこに来てくださいって言われたら行っちゃうんやろうけど、ブータラはまず納得いかない値段を払わないし、その前に電話した方が良かったかも。だってこれもう払っちゃったら絶対さ、もうなんか絶対これ大変かも。また後で後日談聞かせてほしいな、これ。でも電話番号は絶対教えとかないとダメだし、向こうの、まあ多分電話番号知ってるから多分大丈夫やと思うけど、でも JR の駐車場なんですよね。さすがに大丈夫か？なんか詐欺を疑っちゃったけど。でもなんかこういうのは本当気をつけたいね。怖いね。ありえない。かわいそう。そして、機械のね、ただの
故障やったらいいけど。心配。後日談聞かせてください。ぜひ。どうか帰ってきてますように。でもこれ帰ってこないパターンも絶対あるなって思っちゃったな。払っちゃってるしね。ね。後日返金って、口座とかも教えたんですか？返金の仕方も聞いてないんかな。もうそういうのも絶対聞いた方が良かったですよね。やっぱ心配要素は絶対にね、あったら納得いくまで話した方がいいと思います。もうどうか帰ってきますように、ひろこさんの無事を祈る。でかいよ、26,000円は。ね。ということで。そう、このね、続いてマミさんの話さっきもあったけど、この話もね、もっと掘り下げたいけど、まあ、あれですね。どうか人間不信になりすぎず頑張ってほしいですね。次、さゆりんさん。主人のやるやるわかったのこの返事だけの、詐欺。返事だけ C 詐欺にムカついている。もう同じことどんだけ言えばいいのか。その中の一つに、例えば、食べた後のお菓子袋や使ったものの置きっぱ、やりっぱなし。これは特にワンコ飼ってる、ワンちゃん飼ってるから誤飲をするから、もうこれだけは本当に早急に直してほしい。これね、もう本当に。まあ、ブー太郎も人のこと言えないからな。結構置きっぱにしちゃう。でも人のは気になる。そう。わかる。だから洗濯物の話とかもしたじゃん、ゆうちゃろの。もうなんで片付けてくれへんねやろ、みたいな。これあるあるだよな。でもね、これって、本当に治らないんだと思う。で、なんなら、この間言われてなんかまたイラってしたのが、いや、もう置いといてくれたらいいから、みたいな。言われてさ、しまいには。みたいな。でも別に、時間、なんていうの、押し付けないでほしいみたいな、そのせっかちを、みたいな。逆に怒られて。いやでも、一理あるんですよ、それって。で、ブー太郎も逆の立場やったら、なんかあって、で、なんせこう、後からガミガミ言われれば言われるほど、なんかもういちいちうるさいなみたいな。もうやろうと思ってるし、こっちのタイミングで。もうこれだけなんですよ。もうこれなんですよ。もうこれに限るんですよ。あなたは今こう気づいて今直したいんかもしれないけど、もうこっちはこっちのタイミングで直す気でいるから、もうこれ言われたらこれで終わりなんですよね。そう。もうでもなんかムカつくじゃん。ムカつくし、まあブートラも多分逆にムカつかせてることもあるんですよ。ってなったら、もうやった方がやっぱもう早いんですよね。そう。だからもうこういう場でも愚痴を言ってもスッキリするしかないんですよ。この立場の人。もうさゆりんさん含め、ブー太郎も含め、もうゆうちゃろも含め。もうこの片付けてくれない問題。もうだから、もうやった方が早いと思う。ブー太郎は。そう。で、もうチラッと言ったらいいんじゃない？これやっといたから、もうジュース今度おごってな。可愛すぎるか、ジュースだけじゃ。なんか罰ゲーム1個つけさせたらいいんじゃない？これこれやったから、もう今日、私何もやらないから、みたいなとかさ。そうしたら向こうも何も言えへんくなると思う。そう。だから、こっちもたまに甘えるっていう作業をしてみる。なんかやっぱ完璧でいたいじゃん。そう。自分はやってるから、みたいな。結構あるあるやと思うんですよ。っていう立ち位置でいたいっていうか。だから、なかなか逆の発想をしないパターンって多いと思うんですけど、私、今回これやってたから、もう今日、もう、洗濯物、これ、今すぐやって、みたいな。あ、でもあかんか。これができてたら苦労しひんもんな。そう。もうだからもうこれにイライラしてる時間がやっぱね、最終的にもったいないんやなって思うんですよ。もうやったらもう、もうやっちゃおう、みたいな。これ藤本美貴ちゃんも言ってた。そういえば。なんか納得したもんね、これ。もうやった方が早いみたいな。もうイライラせんくなるらしい。もうなんか、最初にもブートで言ったけど、もう期待するからダメなんですよ。やってくれるかもみたいな。てか、やれよみたいな。もうそういうやれよの期待もしないのが、もう自分の救いにもなるのかもしれない。もう大変やけどね。まあでもイラッとはするよな。でもそのイライラさえもなんかもう当たり前すぎてイライラしんくなるんかもしれへん。究極。もう自分は損してるけど。でもそれってね、結構見てますから。
サボってる側は。まあでもな、ブー太郎は気づくけど、これを当たり前で気づかんクズもいるからな。もうそれが嫌なんだよな。まあもう逐一闇だけは言っといたらいいんじゃない？直すけど。私今日もこれ直したけどね、みたいな。本当に、できない旦那だわ、とか言って。もうそんな感じで、もうチクチク言いながら直すを繰り返してったら、まあイライラさせるやろうけど、向こう。でもこっちもイライラしてるんだからお互い様なんじゃない？まあでもそれで距離できちゃうのはちょっと違うけど、まあうまい具合に、めちゃくちゃなんかこう感じ悪い嫌味じゃなく、ちょっとなんかノリノリな嫌味。今日も私、やったったわ、みたいな。私って、なんて優しいんだろうみたいな。こういう感じ。もうこれやっといたから。じゃなくて、なんかその言い方で、ちょっとさ、和ませたらいいんじゃない？そう。きつくこう、もう冷たいこのやったから、みたいなのは多分、距離感とイライラが生まれちゃうだけなので、もう自分を押し殺して、私これやったからね、みたいな。もう今度絶対ご飯おごってな、焼肉連れてって、みたいな。これ可愛いちょっと嫌味をぶつけていきましょう。はい。これ読んだっけな？そう、これもあれか、人間不信系なんですけど、やじくみさん、一番ムカついたことね。結構仲良くしていた友達、他に人にあることないこと私が言っていたと、こう言い回ってたことが分かったとき。これ、さっきの、なんか似た人いたよね。でこれでも、それからは友達付き合いが慎重になりました。いやー、こういう経験ね、もう絶対なんか一度や二度出てくるんですよね。で、なんかもう噂好きの人っていない。もう絶対もう学生時代とかもいたけど、もうなんかもう社会入れてもそうですけど、なんか一グループに、なんか一人はいるんですよね。こう、告げ口をしたがる。なんかこう、伝書鳩みたいな連中が。なんかもう言いたいんやろうね。多分その人はその人でかき回してる実感もないんやと思うわ。まあでも中にはね、性格悪い人はそれを楽しんでる人もいるしね。こっちにこう言ってこう中をこうかき乱してなんか密かに楽しんでるっていう性悪もいれば、鈍感になんかもう単純に良かれと思って言ってるみたいな正義感を持ってね、言う人もいるんですけど、もうほんと嫌だよね。空気読めない感じの人って。いるわ。そう。難しいよね。でもこれってなんかさ、どうしたらいいんやろうね。なんかどういうつもりでも言ってないんやと思う。なんか、本当にあったことやから正直に言っただけやけどっていう感覚なんでしょう。でも、あることないこと言われてるってことは、このパターンはでも、ちょっと嫉妬、妬み、恨まれ、なんか多分、されてたのかもしれない。うん。なんかやっぱり、まあでもさ、もう気づけたらもういいよね。その人はもうそれまでの人間やったやって思えるから。うん。人間不信でいいんですよ、でも。人間ってやっぱ疑っとかないといけないと思う、常に。なんか、ブー太郎は。どんな人でも。うん。やっぱもう仮面をかぶる生き物ですから、もう時間がかかるものやと思うんですよ。こう、信用できるかできないかってもうそんな1年や2、3年でわからないですからね、人間の本性は。だからこういうことがあったからこそ、疑える、あれを神から受け継いだ、なんていうこう教えてもらえた人間の見分け方と思ってね、もう割り切るしかないと思う。まあ、その、こう、告げ口回ってる人は絶対いつか痛い目合うので、うん。多分、友達がどんどん減っていくだけだと思うから、うん。今いる、周りにいる大事な人がいたら、もう、それで幸せなことなんだなって思って、そう、人間不信基本だけど人間を信じないことも諦めないでいることが大事だと思いますね。うん。なんか信用してないけど信用はしに行くっていうのは難しい言葉なんですけど、何言ってんのって思われるかもしれないですけど、これ結構モットーなんですよ。もう根っからは信用してないけど、でも、信用しようとはしに行くんです、ブー太郎って。なるべく疑わない。その人の言ってることは。だけど、いざ蓋を開けてみれば、違った時は、あ、やっぱりなっていう自分も用意してあるんですよ。うん。だけど、なんていうの、信用も絶
対しないからもう心を開かないってしちゃうと、絶対相手も距離を感じちゃうと思ってて、自分が思ってることは相手も感じてるって、ブー太郎は結構、昔の会社の憧れてたっていうか、すごい尊敬してた女社長さんがいて、その人からの言葉がずっとそれは残ってて、そう、ずっとモットーにしてます。自分が思ってることは、接客業してた時に、お客さん、自分が今気まずいな。このお客さん、なんか会話なくなってきたなと思ってるってことは、お客さんはそれ以上に倍に思ってるからって教えられたことがあって、なんかそっから人間関係にもそうやって繋がることやなと思ってて、そう、だから自分が気持ちよくしてあげる環境を作ってるっていうのかな。何の話？なんで急にそんなブー太郎こんななんかさ、変なこと喋り出したん？変なことではないけど。やばい、今日1時間スペシャル？大丈夫そう？みんな。まあいいよね、こんな日があっても。もう、やっぱ厳選した方がいいんかな。なんかもうさ、投稿してくれたから、なんかどうしても全部紹介したくなっちゃう、この性分。ね、すいません。はい、もうすぐ終わりましょう。1時間で頑張って終わらそう。J カックさん。毎日何かしらの理由で電車が遅延すること。急病人の救護とか悪天候なんかは仕方ないけど、この線路内立ち入りとか車内での喧嘩とか、目の前で酔っ払いが喧嘩始めた時はひっぱたいてやりたかったわって。これさ、もうベルトラも電車通勤やった時期があるんで、長い間。もうめちゃくちゃわかります。もうすっごいさ、イライラするよね。もう早く帰りたいのに帰られへんくなったりとか。もう人身事故とかも結構ありがちじゃないですか。ねえ、もうどうしようもないことは分かってんねんけど、なんかもう行き場のないイライラですよね。これなんかムカついた話、わかるわーっていう。うん。まあ、特にこのね、どうしようもないあれやったらあれやけど、この車内での喧嘩とかは余計ね、イライラするでしょうね。いやー、酔っ払いも嫌だし、ね。でも、ひっぱたきたいけど、ひっぱたけないもんね。そっからもうさらに、そんなことしちゃったら、電車内揉めて大変なことになるからさ。太郎もいろいろあったな。不審者とかもあったからね、電車とか。なんか急に規制浴びてさ、電車内乗ってきて、なんかすごい世の中に対して、怒りをぶつけてる女の人がさ、乗っかってきた時はめっちゃ怖かった。まあそれはイラッとしたあの人は全く関係ないけど、いや電車通勤って本当にいろんなね、なんか場に出くわすよね。本当に。いや、これはもうどうしようもない行き場のない。もう電車の遅延でさ、朝急いでる時とか、たまたま遅刻しちゃってちょっといつもの早めの電車1本乗り過ごした時に限って、なんか電車なんか10分遅れたりとか、もうイライラしてたもんな、ブー太郎も。ねえ。すごい気持ちわかります。ほんと毎日お疲れ様です。次、よっこいしょういちさん。ゾッとした話。ちょっとそれますけど。ある日道路の真ん中にコンテナごと落としたであろう里芋が、散乱していました。で、老夫婦が一生懸命拾ってた。で、大変そうやから手伝ってあげようと思って優しい、一緒に直してあげてたんでしょうね、里芋を。そしたら急にその老夫婦がそそくさと帰ってったみたい。でもまだ残ってたらしくって、まだ残ってますよーって声をかけたら、いや、もうちょっと食べるだけでいいからと帰っていったらしいんですよ。どういうことねえ。そうしましたら、その老夫婦が落とした里芋じゃなくってですね、誰かが落としたものをお持ち帰りしてたのを手伝っていただけで、しかも自分は、そのね、このよっこしょいちさんを取り残されてその場に、まるで盗みの片棒を担いでいたんかいっていう話。怖っ。で、車は行き交うし、まだ里芋転がってるしで、もう全部拾ってあげてコンテナごと路肩に寄せてあげたってめっちゃ優しくない？で、まあ、ブー太郎さんだったらどうするってスルーしちゃうっていうお話だったんですけど、いや、ブー太郎も多分手伝いに行く派。結構困ってる人がいたら、なんかほっとけないタイプで、ブー太郎も。多分里芋転がってて、老夫婦拾ってたら多分助けてますね。多分同じ状況になってると思う。って。なんで途中で帰ってったみたいな。
ってなるよね。でもさ、これ不思議なのが、じゃあその里芋を落としてった人はどこへ行ったのっていう、ただただ疑問。路肩に寄せた相当の里芋が転がってたわけじゃないですか。トラックが落としてったんかな。まあでもコンテナって書いてるからそういうことですよね。そっちが気になるかも。この里芋どうしようみたいな。もう老夫婦はとりあえず置いといて、もう最低な奴らやったなっていう、もうあんな奴にはなりたくないと思って、もう老夫婦のことは一瞬でもう本当にキモってなってもう脳内から消すんやけどこの里芋どうするみたいなになるかも。ところでみたいな。みたいな。でも連絡しようないもんね。でも警察に電話するかも。ちょっと里芋めっちゃ落ちてて、今こうとりあえず路肩に置いてますけど、なんかどこの人が落としてったのかわかんないんで、ちょっと対応お願いしますみたいな感じで言うかな。その落としてった人をすごい気にするかも、ブー太郎は。もう老夫婦はもう無視、はぁみたいな。もう追いかけもせえへんし、もう最低なやつやったなみたいな。もうそれだけかも。でも気になるね。これ誰が落としたんやろね。いやでもすごい素敵。でも本当手助け、これからも見つけたらこういうエピソードあったとは言えね。盗んでたわけじゃないんだから気にしなくていいと思う。ブタラも堂々としとくね。だって盗んでないし、実際に。うん。いやでも怖い話やね。それで持って帰ったら笑うけどね。持って帰ってないよね、まさか。っていう感じですね。全部読めたと思う。多分。読めたよね。いや、読めてないわ。まだあった。なんでこれたらこれを飛ばしたいの。危ない危ない。もう一個ありました。セリカさん。ムカついた話なんてそりゃたくさんあるけど、たった一言で、何と、した27年経っても鮮明に覚えてること。これ最後のお話です。ノースリーブを着ていた時に、義母ね、姑かなが、ママは意外に腕太いんだな、と言ってきた。マジで。私その当時45キロしかなくて、腕も、こう足とかも細かったんです。なのに義母には私の腕が太く見えたんでしょうねって。だから、私って腕太かったんだ。知らなかった。と言い返しました。今思い出してもシンプルな出来事だけど、ムカつくって一生覚えてるからなって。一生許さないからかな。なんか最後のこの叫びがちょっと可愛く思えてしまったけど。そうなんだ。これもでも多分、義母も、言ってしまったなってちょっと後悔してるやろね。この言い返しで。ちょっと、なんかいらんこと言っちゃったかも、みたいな。なんかたまにいるじゃん。悪気なくちょっとこう、本音で。ゆうちゃろうとかもそうやけど。ゆうちゃろうはちょっと違うか。もう、ブー太郎なんかどんだけいろんな人に失礼なこと言われてきたかっていうので、もう麻痺してるけど、確かにイラッとするよね。確かに確かに。多分義母に言われたっていうのがよりなんかちょっとイラってしたんやろうなっていう気もするな。しかも痩せてるのにね。なんかもうこれももうこう神の領域に入るしかないよね。この人のなんか見え方は相当ストイックなんだなと。私のこの腕さえ太いと思ってしまえる。でもさ、なんていうの、目には目を、歯には歯をじゃないけどさ、ね、そのじゃあ義母はどうなのって、なんかちょっと言い返したくなるよね。あんま良くないことやけど。そうですかねみたいな。私の腕太いけど、そしたらお母さんの腕、どうなるんですか？私がごぼうならお母さんは大根ですか？ぐらい言ってあげてもよかったんかも。でもさ、もうほんまに、あんまり良くないことだとは思うんですよ。こう言ってきたから、なんか自分はどうなんとかは、ブー太郎はあんまりこれやらないようにしたいなと思うけど、でも悪口っていうかあんまり良くないこと言ってくる人に対しては、ブー太郎悪口で返していいと思ってて。だからもう言ってやったらいいんですよ、逆に。だってそういう人って多分言われ慣れてないから自分が言われたらめっちゃね、ショック受ける人多いんですよ、結構悪口言う人って。そう。悪口言う人は結構人を傷つけてるから、なかなかなんか言ってこないんですよね、多分。気使われるから。
悪口言うとこの人怖いから言わんとこうってなって、どんどん自分は言われない環境をうまいこと作りやすいんよ、そういう人って。そう。だからもうそういう人はブー太郎大嫌いなので、結構悪口で、なんか強気で言い返せるようになった。いろんな経験を起こして。そういう人ほど傷つくからね、ざまあみろと思うんですよ。もうこっちは慣れてるからもう傷つかないんですよね。よっぽどのこと言われない限り。そう。良くも悪くも強くなってるから。まあ、ということでもう1時間経っちゃった。もう最悪。もうみんなごめんなさいね。これ何人の人が最後まで見てくれたんやろっていう。もう1時間も喋れちゃった。ちょっと、どうなのこれ。もうブー太郎は楽しくていいんですよ、これ。もう皆さんのやっぱエピソード拾いたいし、もう楽しかったって一人すっきりしてるんですけど、やっぱこれやっぱ30分に収めてほしいんですかね、皆さん。そうやね。まあ、今後増えていくかもしんないです。日本語おかしい。増えていくかもしんないしね。まあ、ブー太郎の好きにやるわ。もう全部紹介したいなと思った時はするし、もうちょっとでも反省。やっぱ30分番組って言ってんのに、1時間スペシャル、もう今日スペシャルだったって言い聞かせるわ。そこ。ネガティブならない。そう。もう今日はスペシャルバージョンです。まあ、基本30分番組やと思ってて、毎回こうね、全員のあれは拾えるわけじゃないっていうのは、今後、頭にね、入れといてもらえたらと思います。ということで、どうだったでしょうか？皆さんまた感想お願いします。もう鼻が詰まって喋りづらい。では、終わります。今日のラジオ。皆さん、ありがとうございました。ということで、エンディングです。はい。ということでね、最後水飲んで。終わりましょう。いやーだけどさ、これまだまだあるんだろうなと思いましたね。皆さんのムカつき話。こんなもんや。そんなもんじゃないと思ってて。いろいろさ、ブー太郎もエピソードに対して偉そうなこと言っちゃったりとかしたと思ってるんですよ、今。ちょっと気悪くしてたら申し訳ないんですけど。まあでも、これを機に、なんかちょっとでも、すっきりしたな、話してよかったなって思ってもらえたら、もうほんとこれはもういいことですよ。お互いに。ウィンウィン。そう。もう悪口とか、まあ、こう、ムカついた話とか、まあ、愚痴話って、もう結局はさ、もう話したいだけやったりするじゃん。なんか結果、本当はこうしたらいいとかっていうのは、なんか自分が一番分かってたりするし、そう、もう、ただ鬱憤を晴らしたいだけやったりするじゃん。まあ、たまにお悩み相談とかね、真剣にこう教えてほしいとかいう時があったら、まあ、真剣にも答えるし、まあ、基本こういうムカつき話とか愚痴話は、もうね、皆さん、もう一緒に共感し合ってさ、なるべく、まあ、できない時もブー太郎正直者なんであるかもしれないですけど、まあ、その辺は正直に答えていくので、今後もね、ブー太郎にお話いろいろ聞かせてくれたら嬉しいです。はい。まあ、皆さん、人生、いいことの方がやっぱ少なかったりしますから、まあ生きてることだけで丸儲けってさんまさんも言ってますけど、もう実際はそうだからさ、もう日本人で生まれただけ本当に僕たちは幸せだと究極思ってるので、皆さん、いろんなことにこれからも乗り越えながら共に頑張っていきましょう。ではでは、また来週。おやすみなさーい。